ご視聴いただきありがとうございます。あずパンです。今回のテーマは、時計仲間と周りの理解についてです。前回はコロナ環境による生活の変化により、休日につける時計と趣味について話をさせていただきました。初めての高評価、チャンネル登録もいただき、本当にありがとうございます。30代後半に私が高級時計を着用していた目的は、仕事で使うことでした。仕事以外では使う必要がないとも考えていました。しかし、仕事で腕時計をすることが習慣化していくと、休日もつけたいと思うようになってきました。短期的に見ると腕時計は高価な買い物ですが、長期的に見れば有意義な趣味です。私は家計簿をつけているのですが、時計以外の趣味を見直すことによって腕時計貯金ができるようになりました。資産の一部と考えることもできるので、購入を検討している方は一緒に腕時計を趣味にしましょう。個人的には時計ライフが完璧な布陣になりました。仕事においては出張や現場作業があるときにグランドセイコー、事務作業や来客、訪問時はデートジャスト、休日のお出かけ用は F2 をメインに、ゴルフの時はアップルウォッチという感じでした。ちなみに観光総裁はグランドセイコーをつけていくことが多いです。いい意味で無難です。私が購入したエクスプローラー2は 42mm サイズ。文字盤は白と黒がありますが、私は白を提案していただきました。キャリバーは3285で GMT マスター2と同じものです。デートジャストに慣れているので、日付を合わせるのには少し手間がかかります。実機の精度ですが、きっちりネジを巻くと日差はありません。ネジを巻かずに2日経つとちょっと遅れ始めます。私が持っているデートジャストと精度に違いがあるのは意外でした。同じロレックスでも個体ごとに個性があるようです。前回撮影時から3日経っており、同じタイミングでネジを巻いていますが、ご覧の通りの差が出ています。私は身長約80センチで腕回りが約17センチですが、42mm サイズでも見た目に関しては違和感ありません。ただ、普段使いのデートジャストと比較すると明らかに重く感じます。ブレスをジャストサイズにすることでフィーリング調整を行っています。私は持っていませんが、大きさや重さが気になる方は GMT マスター2の方が使いやすいかもしれません。似ているモデルが多いロレックスですが、顧客に合わせたサイズ展開や文字盤カラーになっていると実感できました。数ミリの差でも意図を感じます。また、初めてのオイスターブレスですが、真ん中の部分が鏡面になっていないため、傷が気になりにくいです。傷がついても味になると聞いていたので、味が出てくるのは5年くらい使ってからかもしれません。少なくとも2年以上休日に使っていますが、ご覧の通り綺麗な状態です。エクスプローラー2を仕事にしていくこともありました。海外業務も増えていたので、アメリカ時間に合わせて使っているのですが、ある日恥ずかしいことに気がつきました。エクスプローラー2を見ていただくと、オレンジ色の針があると思います。私はこの針をアメリカに合わせて使っていました。日本時間は単身のベンツ針です。実際に使っていただくとわかるのですが、この運用だと時刻合わせがとても難しくなります。一度時計が止まり再調整するには、単身を回して日付調整をするのですが、現地時間を逆算しながら設定する必要があります。その話を正規店でさせていただいたところ、ホームタイムはオレンジ色の GMT 針ですよと教えてもらいました。もちろん、好みによって単身をホームタイムにしている方もいるようです。再調整をしない方にとってみれば、一度調整すれば問題がありません。GMT 針をホームタイムで使用してみたこともあるのですが、時間をよく見間違えます。打ち合わせの時間を勘違いしたこともあります。ということで、今は24時間系として使っています。GMT 機能の活用を考えられている方は参考にしていただければと思います。最初のうちは時計に関する知識に自信もなく、自分で勉強することが楽しみでした。機械式時計をしてからは、仕事上で時計の話になることがありましたが、プライベートで時計について語り合う仲間はいませんでした。仕事のアイスブレイクではなく、愛用の腕時計について時間を気にせず話をしたり、次に買う時計を相談したいと思うようになりました。でも、周りに時計仲間はなかなかできません。
私が思う存分時計の話ができるのはブティックの店員さんだけでした。私は SNS を利用していないため、情報交換のツールがありません。こうして YouTube を始めたので、今後は活用させていただきたいと考えています。今はコメント返しができる余裕がないため、コメント機能をオフにさせていただいておりますが、余裕ができたら皆さんにもお願いしようと思っています。仕事場でも友達でも時計仲間がいればいいなと思いますが、腕時計は高額な買い物です。ロレックスを買ったことは親しい友人にしか打ち明けていません。実は両親に言ったのもつい最近です。ダイバーシティの時代とはいえ、100万円の腕時計を購入する価値観はマイノリティであり、驚かれることがほとんどです。両親から引き継いだ GMT マスター2を持っていた後輩がいましたが、生意気に見える不安もあり、あまり触れてほしくないそうです。こんなにも素敵な世界が広がっているのに、対面で盛り上がれる条件が難しい趣味だとは思ってもいませんでした。周りに時計好きがいる方は本当に幸せだと思います。そこで考えたのが、一番身近にいる人に時計仲間になってもらうことでした。妻は腕時計購入に関しても寛容に受けてもらいました。もしかしたら夫婦一緒の趣味になるのではないかと期待していました。また、日頃の感謝も込めて私からプレゼントをしたいと考えていました。自分の中ではいいアイデアだと思っています。ところが、高額な時計をもらうなら、その分他の使い方をしたいと言われてしまいました。当然かもしれません。欲しいカバンも選べるし、海外旅行にも行けます。子供の習い事や古くなった家具、家電のこともありました。普段200円を超える卵を買うのに躊躇することも含め、論理的に考えれば返す言葉もありません。それでも結婚記念日に買い物に出かけました。私にとってはここが勝負どころでした。事前にあるロレックスの正規店に行って、記念日が近いのでプレゼントを考えていることを伝えておきました。店員さんからは、在庫状況によってご案内できない場合もあるので、と念押しされたのですが、当日は他のブティックには行かず直行させていただきました。妻は大きめの文字盤が好みと言っていたので、まずショーケースに並んでいた 36mm サイズの時計を試着してみました。妻の腕が細かったことに加え、オイスターブレスだったので、大きすぎる上に装着感も良くない印象でした。レディデイトチャスト28もあったのですが、ダイヤベゼルに抵抗感があり、サイズも小さく感じていたようでした。作戦失敗かと諦めたとき、デイトジャスト31、274、240を提案いただくことができました。サイズ感もちょうどよく、普段使いできるピンクのローマンインデックス、ジュビリーブレスの華やかさもありました。私が持っているデイトジャスト41、126300とお揃いで付けられると思って妻の顔を見てみると完全にときめいていました。幸運だったと思います。またしてもロレックスの正規店でいい提案をしていただくことができました。最初からデイトジャスト31を想定することは難しいことで、ブティック内で試してもらえたからこそ出会えたんだと思います。欲しいモデルを指定して在庫確認してもらうのもいいと思います。でも自分が考えていることと着用した時の感覚はかなり違います。最初からデイトジャスト31の在庫確認をしていればよかったかもしれないですが、試した結果自信を持って提案いただけたんだと思います。入店のために何人も待っている状況を知りながら相談をすることに気が引ける気持ちはありますが、在庫状況が少ない中、妻に合う時計を一緒に検討していただくことができ嬉しく思っています。腕周りのサイズだったり肌の色だったり個性に合わせたセッティングができるのがデイトジャストだと思います。2人ともファーストロレックスは3大発明もしっかり入ったデイトジャストになりましたが、本当に良かったと思います。私が YouTube を始める前に妻は Instagram を始め、腕時計コミュニティに溶け込んでいます。置いていかれたら本末転倒なので私も頑張ります。本当に欲しくていく人もいれば検討中の人もいます。たくさんの人が来店する中で欲しい時計に出会うことは難しいことかもしれません。購入が難しいと言われているロレックスで3本の時計を買うことができた理由は私自身にも説明は難しいです。聞いていただいた通り正確な情報を知って買っているわけではありません。服装もスーツの日もあればユニクロの時もあります。買った店舗も違います。ただ共通点を探すのであればモデルの指定をせず似合う時計、必要な時計を店員さんと一緒に考えたことかなと思います。
考えてみれば、これだけ人気の時計店であり続けるためには、お客様に満足してもらうことが重要なんだと思います。カタログのリファレンスベースで約200種類、ベゼルやブレス、ダイヤルの選択肢を考慮すれば、本当にたくさんの時計があります。その中からその人に合う時計を提案してもらえる経験は本当に楽しいです。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。一個人の経験が役に立つかは分かりませんが、時計好きが増えてほしいと思います。次回は時計を1本だけにするならをテーマに話をしたいと思います。次回も見ていただける方は手間をかけるのですが、高評価とチャンネル登録をお願いします。